こんばんは。あなたの AI アシスタント、フクロウのポポです。みさきさん、CCAOF に続いて、今度は CCDVF、開発者向けの資格に挑戦するんですよね。そうなんです。今日は技術的にぐっと踏み込んだ内容なのと、試験が英語なのでハードルが高いなと感じています。でも、お客様や仲間のためにも、まず私が挑戦したいなと思って、ポポ、これから10回連続で教えてくれるんだよね。はい、10回講座を予定しています。前半5回は API の基本的な使い方から設計運用、要件定義、モデル選びとコスト、そして LLM の土台となる知識まで実務に特結する基礎固めです。後半5回は、エージェントの作り方、プロンプトやコンテキストの設計、ツールや MCP との連携、そしてセキュリティや運用まで、より実装寄りの応用編です。10回が終わったら英語での試験問題になれるように問題を集中して取り上げます。 CCAOF を受験する方もクロードの基礎を勉強したい方もぜひ何度も繰り返し見てマスターしてください。第1回のテーマは API の使い方編、クロード API が実際にどう動くかという一番の土台の部分です。こんな話を聞きました。ある会社でサポートに届いた問い合わせチケットが1万件溜まっていて、上司からの指示は急がなくていい、結果は翌朝でいい、ただしコストは抑えて。美咲さんならどうしますか1万件、急がなくていいなら逆に全部一気にリアルタイムで流しちゃえば早く終わって安心じゃないですか？美咲さん、そこが実は落とし穴です。全部を一気にリアルタイムで流すと満額の値段を払うことになる上に、一度にたくさんのリクエストが集中してレート制限に引っかかってしまうこともあります。かといってモデルを小さいものに変えたりプロンプトを削って節約しようとしても根本的な解決にはなりません。急いでも急がなくても値段は同じだと思ってました。実はクロードにはメッセージバッジズ API、日本語で言うとバッジ処理という別の窓口があるんです。いつもの窓口メッセージズ API とは別にバッジ専用の窓口があって、1万件分をまとめてよろしくと渡すと通常の半額で処理してもらえます。1件ずつ聞いて答えを待つんじゃなくて、まとめて出して受付番号、バッジ ID をもらって、あとは裏側で処理が進みます。ほとんどは1時間くらいで終わりますが、混み具合によっては最大24時間かかることもあります。24時間もかかることがあるんですね。結果ちゃんと見分けられるんですか？はい、結果は送った順番通りには返ってこないので、どの答えがどの質問のものか分かるように1件ずつに名札、カスタム ID をつけて送るのがコツです。たとえ1万件のうちの1件が失敗しても、残りの9999件にはちゃんと影響しません。急がない、大量、コスト優先の3つが揃ったらバッジ処理を思い出せばいいですね。はい、その通りです。急がなくていい、量が多い、コストを一番大事にしたい、この3つが揃った時は特にバッジ処理を思い出してもらえると心強いです。次はこんな出来事です。ある開発者さんがアプリを本番環境に出したところ、アクセスが急に増えた瞬間だけ一部のリクエストが失敗するようになりました。でも自分のパソコンでテストしていた時は一度も失敗しなかったそうです。テストでは平気だったのに本番だけ失敗。それって本番用のモデルの方が性能が低いとかそういうことですか？美咲さん、モデル自体は同じです。これは429、つまりレート制限というエラーで、リクエスト数が短時間に集中しすぎたり利用量が急に増えたりした時の合図です。テストの時は自分一人のアクセスだったから起きなかっただけで、モデルの性能とは関係ありません。じゃあ混んでるだけならちょっと待ってからもう一度やればいいんですか？その通りです。少し待って、それでもダメならもう少し長く待ってと待ち時間を毎回伸ばしながら再挑戦する指数バックオフという方法が定番です。サーバーがあと何秒待ってねとリトライアフターというヘッダーで教えてくれることもあるので、それを尊重するのが丁寧なやり方です。429はレート制限の合図、慌てず待って再挑戦ですね。はい、別のモデルに逃げても根本解決にはなりません。慌てず少し待ってもう一度、それだけで大丈夫なことがほとんどです。もう一つ印象に残っている話があります。あるアプリがクロードに JSON の形で返してくださいとお願いしていました。でも時々前後に余計な文章が混じったり JSON の形が崩れたりしてうまく読み取れないことがありました。形が崩れるなら返ってきた文字を正規表現でパターンを見つけて後から直しちゃえばいいんじゃないですか？美咲さん、それだと応急処置にしかなりません。崩れ方のパターンはいろいろあって、新しい崩れ方が出るたびに直し続けることになってしまいます。
そもそもお願いするだけでは絶対に守られる保証にならないんです。じゃあ、後から直すんじゃなくて、最初から崩れないようにする方法があるってことですか？その通りです。ストラクチャードアウトプッツという仕組みを使うと、あらかじめ JSON の形、スキーマを指定しておくだけで、文字を出す段階からその形に合わないものは選べないようになります。原理的に崩れにくい仕組みです。お願いするんじゃなくて、形そのものを固定する。これは覚えやすいです。はい、直すより最初から崩れなくする。これが一番の近道です。今度はこんな相談を受けました。ある人がクロードに詳しい分析レポートを1回で全部書いてとお願いしたら、書き終わる前に接続がタイムアウトしてしまったそうです。それなら、マックストークンズをもっと増やしておけば、待ってる間になんとかなるんじゃないの？若葉さん、実は逆なんです。大きな出力を待たせたまま一気に返そうとすればするほど、途中で接続が切れるリスクが上がってしまいます。じゃあ、長い返事の時はどうすればいいの？ストリーミングという仕組みを使うと、クロードが書いている端から少しずつリアルタイムで受け取れます。これは SSE サーバーセントイベンツという仕組みで、よく間違われますが、WebSocket とは別物です。少しずつ届くなら、待たされてる感じもしないね。こんな場面にも出会いました。あるお店の方が売上グラフの画像をクロードに見せて傾向を分析してもらおうとしました。画像ってそのままポンと貼り付ければ、あとは勝手に読んでくれるんですよね。貼り付けだけでも読めますが、実は渡し方が3種類あるんです。画像をベース64形式でリクエストに埋め込む方法、画像の URL を渡す方法、そして Files API という専用の置き場に一度アップロードしてから渡す方法です。使い分ける意味ってあるんですか？はい、何度も同じ画像を使い回すなら Files API に置いておく方が効率的です。グラフは埋め込み、資料は使い回すから Files API という感じですね。ちょっと不思議な出来事もありました。複雑な計算が絡む問題をクロードにさっと聞いたら、途中で計算を間違えてしまったことがありました。それってもっと丁寧に詳しく説明してあげればいいのかな？説明を詳しくするのも一つですが、実はクロードにはじっくり考える時間を上げる仕組みがあるんです。シンキングといって、答えを出す前に頭の中で下書きするような時間を取らせてあげられます。それっていつも使った方がいいの？以前はどれくらいじっくり考えるかを細かく数値で指定する必要がありました。最新世代のモデル OPUS5 や Sonnet5 などでは、この考える時間が標準で組み込まれています。少し前の世代 OPUS4.6 から 4.8 などでも使えますが、こちらは自分で有効にすると指定する必要があります。難しい問題ほど勝手にゆっくり考えてくれるんだ。人間と似てるね。最後にもう一つだけ聞いてください。あるチームが毎回同じ長い資料を丸ごとクロードに読み込ませていて、コストがどんどんかさんでいました。同じ内容を毎回送るのってなんかもったいない気がします。三崎さん、その勘は当たっています。プロンプトキャッシュという仕組みを使うと、同じ内容を送り直すとき、そのキャッシュされた部分だけ通常の10分の1の値段で済むようになります。それってずっと覚えていてくれるんですか？規定では5分間ですが、長めの1時間に伸ばすこともできます。長い会話や大きな資料を繰り返し使う場面で特に効果的です。毎回同じ前置きを読ませているところ、うちのパイプラインにもありそうです。今夜も一つ大事な話ができました。あ、ポポさん、ミサキさん、今日は何の話だったの？バッチ処理429、ストラクチャードアウトプッツ、それにストリーミング、画像の渡し方、シンキング、プロンプトキャッシュ、今日はたくさん学びました。なんか私にも関係ありそう。ポポ、私もクイズ挑戦していい？もちろんです。それでは今夜の黒板クイズに行きましょう。第1問。急がない大量の仕事をコストを抑えてまとめて処理したいときに使う仕組みは A、いつも通り API を1件ずつ呼ぶ。 B、メッセージバッチーズ API を使う。 C、一番小さいモデルに変える。 D、プロンプトを削る。答えは B、メッセージバッチーズ API です。急がなくていい、量が多い、コストが最優先、この3つが揃ったらバッチ処理を思い出してください。第2問。1回のバッチで送れる件数の上限は A、1000 件まで、B、1万件まで、C、10万件またはデータ量 256MB のどちらか早い方、D、上限はない。ここで3秒間を置きます。
答えは C、10万件またはデータ量 256MB のどちらか早い方が上限です。1万件くらいなら余裕で収まります。第3問。本番でだけ一部のリクエストが429で失敗するとき、正しい対処法は A、別のモデルに変える。 B、エラーを無視する。 C、待ち時間を延ばしながら再挑戦する。指数バックオフ。 D、マックストークン数を増やす。ここで3秒間を置きます。答えは C、指数バックオフで再挑戦するのが正解です。429はレート制限の合図、慌てず待つのがコツでしたね。第4問。JSON の形が崩れて読み取れないとき、根本的な解決になるのは A、プロンプトで強くお願いする。 B、正規表現で直す。 C、ストラクチャードアウトプッツを使う。 D、温度を下げる。ここで3秒間を置きます。答えは C、ストラクチャードアウトプッツを使うのが正解です。お願いするんじゃなくて形そのものを固定するでしたね。第5問。長い回答を1回で出力させようとして途中でタイムアウトしてしまうとき、防ぐのに向いている仕組みは A、マックストークンズを増やす。 B、ストリーミングを使う。 C、ウェブサイトに切り替える。 D、温度を下げる。答えは B、ストリーミングです。少しずつリアルタイムで受け取ることでタイムアウトのリスクを下げられます。第6問。同じ画像を何度も繰り返し使いたいとき、効率的な渡し方は A、毎回そのまま埋め込む。 B、毎回 URL を新しく発行する。 C、ファイルス API に一度アップロードしておく。 D、画像を文章で説明する。答えは C、ファイルズ API です。一度アップロードしておけば何とも使い回せます。第7問。複雑な推論が必要な問題でクロードにじっくり考えさせたい時に使う仕組みは A、テンプレーチャーを上げる。 B、フィンキング、考える時間を使う。 C、マックストークン数を減らす。 D、同じ質問を繰り返す。ここで3秒間を置きます。答えは B、Thinking です。答えを出す前にじっくり考える時間を持たせられます。第8問。同じ長い資料を何度も使う場面でコストを抑える仕組みは A、プロンプトキャッシュ。 B、モデルを変える。 C、画像を小さくする。 D、温度を下げる。答えは A、プロンプトキャッシュです。一度読み込んだ内容を覚えておいてもらえるので、次回からは大幅にコストが下がります。第1回 API の使い方編はここまでです。次回は設計と運用編、クロードの答え方が画面によって変わる理由の話です。おやすみなさい。また明日の夜の森で。皆様こんにちは、みさきです。私は毎日ポポと一緒に EC の現場で AI を使って仕事をしています。このチャンネルでは忙しいあなたの代わりにポポが AI 情報を選んでお届けします。明日の仕事で AI を使いたい。AI を基礎から学びたい。AI 試験に合格したい。そんなあなたをアシストします。チャンネル登録、いいねボタンぜひお願いします。それではまた。